こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日はね、よもぎを取ってきたので、よもぎ餅を作りたいと思います。はい、お願いします。よもぎはね、これだけ取ってきましたよ。これぐらいになっていたので、朝散歩の時にね、ちょっと寄り道して取ってきました。どれぐらいあるかなと思って適当でいいと思うんだけど、よもぎの色がついてね、よもぎだって分かればいいかなと思って、これを洗って、重曹を入れてちょっと茹でたいと思います。茹でたらね、刻んで小さく刻みます。これはもち米です。これはね、一晩つけておきましたよ。今水からあげてあります。これをね、今日は餅つき器でね、今日は餅つき器、この引っ張り出してきた餅つき器で煮たいと思います。久しぶりに。そして今からこの草餅をね、ゴミを取って洗っていきますね。洗うまでちょっとお待ちくださいね。ゴミだけ取って茹でますね。はい、きれいに洗ったので、今度はこれを茹でていきますね。重曹を小さじ半分ほど入れて、茹でます。はい、では 2,3 分経ったので、はい、色ももうアクがもう出ましたね。これを洗いますね。はい、さあ、これ洗って絞ったよもぎです。これを今度は刻みたいと思います。おっと、こんなに刻みましょう。筋がね、やっぱしね、ありますね。筋がすごいですね、やっぱり。刻みきれない刻みきれない感じですよ。これは刻みきれないね。わかりました。包丁じゃ難しい。包丁じゃ難しいので、このハサミを使います。包丁よりもずっとハサミの方がいいですね。すり鉢よりも楽だと思いますわ、ハサミの方が。久しぶりなので
覚えてるかわからないので読みながらねしたいと思いますよ。水は 300cc 入れます。この中にね、この中にお水入れますね。おいしょと。もち米を入れます。ちょっとドキドキするけどもち米入れます。入れましたもち米。そしてよもぎをまんべんなく入れて蓋をして、よもぎをまんべんなくよもぎを入れます。よもぎ入れます。よもぎを入れて、蓋のキーを押しますね。押します。押しました。はい。というわけで自動餅つき機を押したのでしばらくお待ちください。はい、全自動のね餅っこでね餅ついてたんですけど、なんかできたみたいですわ。それでほら、よいしょ。それで取り出していきたいと思います。全自動のねスイッチを押しただけでね30分1時間もしないかったけどできましたね。それでこの蓋の上にラップを引きます。ラップをよし、そしてねこの上にこれを下ろしたいんですよね。開けます。これは落ちるでしょうか。手で持つと熱いのでねラップをしてこの上に置きたいと思います。すっごい柔らくいい草餅になってると思います。上からもラップをしたいと思いますわ。ラップをして平らにしますね。はい。というわけでこれでちょっと固まるまで置きますよ。ちょっとまたお待ちくださいね。はい、今日は草餅をね作ってたんですけどね、これ餅ができてから2時間半ほど経ってちょっと冷めたので切れるかどうかしてみたいと思います。1日置いたらね完全に冷めて硬くなって切れやすいと思うんだけどね。
まだちょっと早いかな。でもちょっと見てみたいと思いますね。2時間半経ってちょっと冷めてきたので、よいしょ。ラップを上からもしてちょっと平らにしておいたんですけど、そのラップを取ります。ちょっとこれは硬いから、硬いじゃなかった、やばいから片栗粉をちょっと振った方がいいかなと思って。うわ、ちょっと硬い。やっぱちょっと硬いじゃない、ちょっとやばいですね。まだちょっとやばい。よし。本当はね、もっと置いたらいいんでしょうけどね。気になるのでね、切ってみたいと思います。ちょっと切ってみましょう。ちょっと大きすぎだね、これ。綺麗な、よもぎ色の餅になりました。これはね、こんな感じです。まだ少々やばいですね、やっぱり。この半分は後で切りましょうか。この半分も後で切りましょうか。よいしょ。これは後で切ります。これは今切って食べてみましょう。うわ、やばい、すごくやばい。よいしょ。これはタッパーに入れてちょっと冷えてね、冷蔵庫で冷やしてちょっと硬くなってから切りますわ。やばすぎるので。これはちょっとやばいけど切ってみましょう。
やっぱり時間が経つとね、硬くなって切りやすいんでしょうね。でも柔らかくて美味しそうです。ふにゃふにゃです。こんな感じでできました。これはこのままでも食べれるほどにやばいですよ。はい、これはできましたよ。やっとこれをちょっと焼いてきなこ、これはちょっと焼いてきなこでいただきましょうね。これはちょっと味見してみましょう。こんなちっちゃいの。美味しいです。普通にお餅できました。はい、1時間ほどでできましたね。これ冷やしたらもっといい感じですね。切りやすいし、でも食べるのは今頃でちょうど美味しいです。このまんま食べれます。焼かなくてもね、醤油つけてもいいし、きな粉つけてもいいし、あんこつけてもいいね。このままでもとても美味しい。はい、今日は草餅してみました。見てくださってありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。